はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。この前電気屋行ってびっくりしたんですけど、最近の高性能な炊飯器って高いんですね。そんな高性能な炊飯器で炊いたご飯はさぞ美味しいんでしょうね。逆に一番安い炊飯器ってどんなご飯が炊けるのか気になりますよね。ということで今日はネットで売っていた一番安い炊飯器を買ったので、実際にご飯を炊いてみます。それでは早速やっていきましょう。ということで今日はネットで売っていた一番安い炊飯器を買ってみました。Amazon で送料無料で2440円で売っていました。この前電気屋行ったら10万円近い炊飯器が売っていたりして驚きましたね。最近は炊飯器も高いんですね。10万円の炊飯器の40分の1の値段で手に入るなんて、この炊飯器激安です。安いのには安いだけの理由があるかもしれません。箱から出してみましょう。この商品は 0.5 号から 1.5 号炊き用なので、容量はかなり小さいです。一人用って感じですよね。小ささも値段が安い理由の一つかもしれません。思ったより小さいです。想像していた炊飯器とは違って鍋で米を炊く感覚に近いかもしれません。何より一人暮らししてたら 0.5 号から炊けるっていいですよね。この大きさなら洗い物めんどくさいし、そのまま食べても良さそうですね。シンプルにスイッチ類は一つのみです。何もない状態だとスイッチを押すことができません。本体内部にへこむ部分があって、そこがお米の重さでへこむとスイッチが押せる仕組みです。特にタイマーや炊き方の種類はないので、炊くか炊かないかの2択です。激安商品にありがちな本体と鍋が固定されていることもないので、使用後は取り外して洗えます。お世辞にも高性能とは言えません。見るからにチープでご飯が炊けるのかも心配です。それではこの炊飯器で本当にお米が炊けるのか試してみましょう。今日用意したのは群馬県利根郡川場村の雪穂高です。幻のお米とされていて、今まで一般には流通してなかったそうです。品種はコシヒカリです。お米には大きく分けて3種類あって、ジャポニカ米、インディカ米、ジャバニカ米があります。日本のお米はジャポニカ米で、その中にコシヒカリ、秋田小町、笹錦、一目惚れなどの品種があります。さらにその中で産地などによって様々なブランド米があります。世界のお米の8割はインディカ米と言われています。ジャポニカ米は日本のように炊くのに適しています。インディカ米はピラフやカレーなどとの相性がいいです。なので日本人の白米の感覚でインディカ米を食べると美味しくないと感じる方もいるかもしれません。逆にサラサラ系のカレーとかはインディカ米のようなパサパサしたお米の方が個人的には好きです。それではお米を研いで水を計量して早速炊いてみましょう。炊けるのを待つ間にせっかくなので白米に合うおかずを作りましょう。ボウルに中落ちカルビを入れて片栗粉をまぶします。フライパンを熱して油を引いてさっとニラを炒めて取り出しておきます。フライパンに肉を並べて両面しっかりと焼いていきます。島田の焼肉だれ大さじ2と水を大さじ1を混ぜたものを回し入れます。ニラを入れて軽くごま油を回し入れて完成です。手抜き肉ニラ炒め。これでご飯進むこと間違いなしです。いい感じでご飯も炊き上がっています。思ってたよりも早くて30分もかかってないですね。この炊きたてのご飯美味しそうです。早速食べてみましょう。いただきます。今日はまた珍しいドリンクがあったので買ってきました。ヒューガルデンのノンアルコールです。スーパーで売っていて気になったので買っちゃいました。ヒューガルデンはお酒飲み始めの頃に初めて飲んだ白ビールでしたね。気に入ってよく飲んでいた記憶があります。最近このノンアルコールバージョンも登場したようです。以前紹介したバドワイザーのノンアルコールと同じく脱アルコール製法によって作られています。色はしっかりとヒューガルデンっぽいです。なんかちょっとお茶っぽい香りを感じます。コリアンダーとオレンジピールの爽やかな香りがありますが、フルーティーさに欠けるような気もします。でも方向性はわかりますね。ノンアルコールな気分の時に選択の一つとしてはありですね。それではご飯いただきます。ちょっと水の加減のせいかべちゃっとしていて自分好みではないですが、しっかりと炊けています。この炊き加減は水で多少調整できそうです。水の量で調整できない場合はコースの選択などないので、炊き具合はこれ一択ですね。もう少し蒸らしても良かったかもしれません。でもこのご飯だけ出てきたとして
2440円の炊飯器で炊いたお米だとはわからないですね。ご飯ももちろん大事ですけど、おかずも大事です。この肉とニラだけのシンプルな炒め物には、あえて少し油っぽい部位が正解だったかもしれません。これだけでご飯が進みます。白米にはキムチも合いますよね。ご飯のお供にぴったりです。肉もキムチもいいですが、白米にはやっぱり明太子とか最高ですよね。これ食べる前から美味しいの確定です。想像で満足できます。日本人はお米が主食で、お米たくさん食べているイメージですが、世界的に見るとそこまでお米を食べていません。結構他のアジア圏の国の方がお米を食べているんですよね。バングラディッシュなどは日本の1人当たりの3倍近くの量を消費しているそうです。もし一人暮らしをしていて、そんなに炊飯器を使う機会がないけど、一応用意しておきたいくらいの感覚なら、これは全然ありですね。自分は365日3食毎日美味しいお米食べたいんだっていうこだわり派の方は、10万円とかの炊飯器を買うことも十分価値ありますよね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。激安炊飯器いかがでしたか？安いには安いなりのデメリットもあるけど、何より安いってメリットですよね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。